で、この人ね、例えば、この人が可愛いなって思った時に、ここです。ここを、強く押すと、ギャラクシー、これでね、この人の顔を囲うと、はい。Google 画像検索できちゃうんですね。誰か、分かっちゃったね。こんまるちゃんなんだよ。はい、ということでね、まるちゃんはですね、またね、4月11日に発売の、Galaxy S24 というね、携帯をね、お前またスマホ買ったんかって思われるかもしれないんですけど、スマートフォンをね、購入しました。お前あんだけ褒めてた S22 はね、どうしたんだよって話なんですけど、いや確かにね、このスマホね、コスパ最高ではあるんですけど、それはあくまでコスパの話でして、このスマホね、スナップドラゴンパチ Gen1 っていうね、CPU を搭載してるんですけど、その CPU がね、ちょっと発熱がひどい欠陥 CPU だったというね、こともありまして、バッテリー持ちもね、そんな悪くはないんだけど、良くはないんですよね。こんな感じのね、省電力モードっていうモードで、使ってたぐらいですね。CPU の性能を制限したりとか、明るさを下げたりとか、5G オフとかね、こんな感じでね、使ってました。それでね、調べた感じ、S24 ってね、この S22 のね、性能の2倍ぐらいね、CPU の性能が上がってるみたいなんで、ちょっとね、買い替えちゃうかということでね、買い替えました。はい、ということでね、軽く機能をプレゼンしていきます。結論から言うと、これはね、150点、167g の軽量スマホのね、バランスの良い主人公ということでね、スマートフォンの主人公ですね。このスマホは本当に、欠点がね、本当にないです。世界シェアで、iPhone とね、追い抜かれてるのが、Galaxy シリーズということでね、その中の iPhone への対抗モデル、フラッグシップモデルですね。高いやつ、型番に S がつくやつの、S シリーズのね、最新版の S24。こちらがね、一応値段が、256GB からモデルがね、存在しまして、それが124,800円からということですね。ちょっとね、高いんですけど、同じ容量の iPhone は、Apple Store のね、公式で、14万円するので、しかもね、15無印で、これね、性能がね、明らかに24より低くて、カメラもね、2つなんですけど、14万円ということでね、しかもね、USB2.0 ということでね、本当に S24 の方がよっぽどいいんじゃないかというふうに個人的には思いますね。そしてね、これの大きな魅力として、167g ってね、すごいスマートフォンの中でも軽い方なんですけど、iPhone 15 Pro Max をね、超える性能を持っているということでね、素晴らしい。いや、これはね、マジで感激なんだよ。そしてね、主な特徴なんですけど、167g とね、無印は軽いのに、最高の性能。そしてね、輝度が iPhone より高く、明るいところでもね、画面がすごく見やすいんですよね。これもすごくいいですね。そして、カメラも結構すごいですね。iPhone とね、同じぐらいかそれ以上にいいんですけど、このくらいの性能の Android でね、本当に iPhone に近いカメラ性能を持ってる端末ってあんまりないんですよね。そういう意味では、かなりね、頑張ってくれてるなと思います。15 Pro Max より性能はいいんだけど、カメラとかは残念とかね、そういう Android 端末は多いので、これはね、隙がなくて本当にいいと思います。そしてね、最後、動画の冒頭でも紹介したんですけど、Galaxy 独自機能がね、便利ということで、動画の冒頭でね、紹介したのは、Android の機能なんですけど、ギャラクシーとピクセルの一部の端末ぐらいしかね、対応してなくて、囲って検索っていうのがね、すごくね、便利ですね。ここら辺ね、本当に便利です。いや、他にもね、めちゃくちゃ便利な機能あるからね、マジで、おすすめです。はい、20万円以上する iPhone 15 Pro Max と比べて、どうね、いいのかっていう話なんですけど、15 Pro Max とまず重さがね、15 Pro Max が 221g で、S24 が 167g ということでね、非常に軽いですね。てかこれでしかも CPU の性能がね、S24 のが良くて、ディスプレイはね、ちょっと15 Pro Max の方がいいんですけど、正直ね、あんまり大きな差はないと思います。そしてね、バッテリーは、iPhone 15 Pro Max のが、いいですね。だけど、性能自体はね、S24 の方がいいということでね、生体認証は画面内指紋認証がね、S24 にはついてます。顔認証の他に。そして充電はね、ちょっと早くできるよっていうぐらいですね。ここは別に
そんな大きな差ではないかなって感じかな。画面内指紋認証がね、マジですごいから、これね、あとちょっと紹介するから見ててください。はい、まあね、前作の Galaxy S23 と何が変わったかっていう話なんですけど、発熱もね、若干増えたんですけど、暗筒ベンチマーク、性能がね、1.5 倍ということでね、AI 機能とかにも、精度がね、上がったり、早くできたり、すると思います。正直 S23 が良すぎて、あんまり変化はね、ないじゃないかもしれません。S23 持ってるそこの君、正解だよ。はっきり言ってさ。はい。ということでね、こんな感じで、Galaxy S24 シリーズのね、ページなんですけど、今回はね、サムスン版をね、買いました。色がですね、日本では、アンバーイエロー、こんな感じのね、シャンパンゴールドみたいな色と、コバルトバイオレット、さらにブラックがあるんですけど、日本版はね、なぜかね、その512ギガの容量にすると、もうね、オニキスブラック、この黒しかね、販売されてないんですね。いや、これはちょっとね、微妙ですよね、はっきり言って。本当はね、このアンバーイエローがね、欲しかったですね。でも今回僕はね、512GB にしたんで、こちらのね、黒になりました。なんかね、今キャンペーンやってて、最大でね、同時購入品がなんか5000円オフってことでね、これで僕はモバイルバッテリーとかをね、買いました、ワイヤレスの。あとね、下取り価格はね、期間限定で増額中ということでね、僕が下取りをね、試しに計算してみたところ、Galaxy S22 45,000円ぐらいだったんで、正直ね、中古でメルカリとかで、フリマショップでね、売るよりちょっと高いかな、どうかなっていうぐらいでしたね。あんまり期待はしない方がいいかなといった印象ですね。でね、今回ね、初めて日本版がサムスンのね、公式オンラインショップから SIM フリーバージョンがね、出たんですけど、キャリア版はね、2万円ぐらいね、高いので、一応ね、買う人は気をつけてください。どっちがね、いい悪いってわけでもないですね。あんまり変わんないですね。はい、ということでね、びっくりするぐらい前置きがなくなっちゃったんですで、もう誰も見てないかもしれないんですけど、続けていくタイムです。はい、それでね、今回の箱がこちらですね。S24 の箱。左側がね、au 版の S22 の箱なんですけど、なんかいろいろちょっと書いてあることが違うかなってぐらいですね。箱のね、パッケージはこんな感じで違いました。右がね、新しいやつです。いや、めっちゃ楽しみだわ、これ開けんの。これめっちゃ開けんの楽しみですね。嬉しい。開けていくよ。いや、めっちゃ楽しみです。めちゃくちゃ楽しみだわ、マジで。開けます。お、こんな感じになってんだ。箱がさ、これがさ、ほら見て、こうやって剥がれないようになってんだよ。わかるかな、こうなってる。シールでね。こうなってんだ。見てください、これ。うわ、かっこいい。マジか。うわ。めっちゃかっこいいんだが。やば。かっこよすぎる。めっちゃかっこいい。これが S22 だけど、大きく変わってないといえば変わってないんですけど、ちょっとこれケース外すわ。はい。こうスタイリッシュ。カクカクしてますよね、これが。これ今まで丸みがあったんだけど、これ結構カクカクしてて、これかっこいいね。これボタンとかもさ、これなんかね、ちょっとアホっぽいなっていう、なんか周りだったんだけど、これなんか、素材がいいね。なんかチタニウムは確か搭載されてないはずなんだけど、めちゃくちゃこれ質感いいを持ってる感じがね、なんか高級感ある端末って感じ。なんかその海外のさ、なんかホテルとかでさ、なんか金持ちが持ってそうな感じ。こっちは仕事できるやつが持ってそうな感じ。でこれガチの金持ちが持ってそうなんです。なんかバスローブで着てさ、なんかお風呂でさ、いいねこれ。最高ですか？最高です。そういう感じですね。これなんかシールがね、一応貼ってありますね。全部日本版はナノシムプラス eSIM というね、デュアル構成です。こんな感じかな。で、なんかね、ギャラクシーあるあるなんだけど、これなんかマイクだから、このちっちゃいこの SIM ピンを間違えて刺すなよっていう。これ刺すだろっていう。そういうあるあるもあります。ということで、これをね、開けていくタイムだ。で、基本的にもう付属品は一緒ですね、S22 の頃から。これもね、なんかどうなのかなとは思いますけどね、正直。SIM ピンと、
これだけケーブルだけ。いやこれね 512GB 版とかね14万したんで、まあもう少しつけてほしいかな。はい、そしてね、まあ説明書は最低限といった感じで、まあここはねキャリア版のやつはねいっぱい入ってたと思うんで、まあそういう意味で詳しい人にはね大丈夫かもしれません。ただ初心者のためにはやっぱキャリア版もいいなと思いました。はい、ということでね、こっちの方を、起動していきます。うおー、これが S24 か。いいね。通りでね。すごい。おお、補足したよ。日本語で開始していくタイムだ。Galaxy または Android デバイスで移行していきます。まあ想定よりねめんどくさかったんですけど、ワイヤレスでね 80GB のデータをまあ1時間ぐらいで送れたかな。配線速度にもよるかも。日本でね、まあ、メジャーな、SNS アプリの、LINE はねなんかデータをねそのまま移行できませんっていうね、表示が出ました。あとねモンストのデータとかも引き継げなかったんで、まあ、一応注意ですね。端末をね、返しちゃうと大変なことになる可能性があります。古い端末をね。マルちゃん人気。このね、指紋認証がね、S23 以降ってすごくね、精度が上がってるんで、これね、こう一発で指紋認証開示できるんですけど、もうこれはね、S22 なんですけど、あんまりね、この液晶保護フィルムとか貼ると精度があんま良くないんですよね。これ登録してあるんですよ。こんな感じなんですけど、これはね、正直めちゃくちゃでかいっすね。この画面内指紋認証ってことでね、精度がね、ちょっと終わってたんですけど、S22 までは正直。正直ね、安定しなかった。終わってるは言い過ぎだけど、ちょっとなんか実用的かって言われたら怪しかった。顔認証をね、メインで使ってた感じだったんですけど、これはね、すごいです。これ、ウルトラすごいいいのかなと思ったんですけど、これね、S23 以降ね、良くなって S24 も、良くなってんのかは知らんすけど、めちゃくちゃこれめちゃくちゃいい。この指紋認証の精度が爆上がりないのよ、マジで。これだけでめちゃくちゃアドですよ。ホールフィルム貼んなければいいんだけど、貼るじゃん、どうせ。そう考えると、いや、これはね、マジででかいです。はい、ということでね、顔認証の精度を試していきます。こっちが S22 で、こっちが S24 ということでね。これ、ちょっと体感ね、これめちゃくちゃ速く感じるからやっぱびっくりする。はい、ということでね、精度は、S22 の頃からね、かなり良かったんですけど、このスナップドラゴンパチ Gen3 っていうことでね、新しい CPU が高性能でですね、速度がね、すごくね、体感ね、この左の方がすごく速く感じました。これボディなんですけど、めちゃくちゃね、スタイリッシュでかっこいいですね。なんかね、iPhone に近くなったのかなといった印象ですね。こちらが Galaxy S22 なっていまして、ちょっとね、この側面の感じとかはね、だいぶ、こっちの方が、マットなかっこいい高級感がね、あるような作りになりました。ここ以外はね、こっちもね、すごく良かったんですけど、あんまり変わってないかな。ただこの周りの仕様がね、だいぶ変わったかなって感じで、ボタンってかもなんか細くなったかな。ちょっとね、厚みとかも、軽く細くなりましたね。でこれがね、修理を放棄した、どうせ動画回んないから、修理を放棄したiPhone 12 mini なんですけど、形はね、どっちかっていうとこっちに近いかなといった、印象ですね。ちょっと見えるかな、これ。一部ではね、後から知ったんですけど、iPhone のね、形を丸パクリしたんじゃないかって言われてるぐらい、iPhone にね、そっくりですね。四隅のね、角の感じなんかも、iPhone にね、近いかなといった印象ですね。Galaxy 今までは丸みを帯びていた感じですね。はい、そしてね、輝度がね、すごい上がったということでね、すごい明るい環境なんですけど、画面がね、この右側の方がね、ちょっとね、見やすいんですよね。太陽の下に行くと、めちゃくちゃ差が出ます。いや、これね、外でね、日差し強い時使った時はね、本当にね、感動しました。ちょっとね、天気が曇りが続いてね、そのシーンが撮れなかったので、そこは申し訳ないです。これで大体わかるでしょ。これね、地味に便利なんですけど、ゲームやってる時とかもね、パソコンでなんか LINE とかね、使うことがね、スマホの画面を出力して、別のアプリをね、使うことができます。パソコンあったらパソコンでね、ゲームやるかもしれませんけどね。あとこれめっちゃすごいんだけど、このね、こういうスクロールバーみたいなのあんじゃん。これちょっとね、長押しすると、こんな感じでね、囲って検索っていうのができて、例えば、
これでこのアプリなんですよみたいなね、出てくるんですよね。こういうさ、なんかホーム画面でも使えるし、このアプリなんですかっていうのが出てくるし、ツイッターとかね、こうやってあるじゃないですか。これをこうグッてやってね、これをって囲ってやると、まあね、ちょっとね、出なくて調節してるんですけど、ちょっとね、試行錯誤してみると、こういう感じで Google 画像検索でね、なんか、いろいろ出てくるんですよね。すごくないこれ。Twitter とかでこれなんだろうって画像検索をさ、すぐできるんですよ。こうして、これをね、検索すると、ほら、なんじゃもがね、ちゃんと出るんですね、この元のが。すごくないこれ。マジ。で、出たーなんじゃもやつはい、ということでね、サムスンファインドというね、アプリが純正で入っていまして、これでね、iPhone を探すみたいなことができます。これでね、Galaxy 関係の端末は、探すことができます。こういうのもね、ちゃんと iPhone のいいとことかね、大体あるんですよね、Galaxy も。今までキャリア版だったんで知らなかったんですけど、なんか普通に純正の音楽アプリもあるんで、なんかパソコンからね、入れることも普通にできますね。ここら辺がさ、iPhone ってさ、結局 iTunes とかさ、使って入れなきゃいけないけど、直でこんな感じで Android とね、パソコン直でつなぐと、こんな感じですぐにね、ミュージックを入れたりすることができるので、おすすめですね。こういうね、細かいところはね、マジで Android はね、ほんといいんですね。Galaxy のね、便利機能ということでね、S24 から特にね、強化された、ここら辺ですね。通訳、まず通訳から見ていきます。例えばね、これですね。これ、音声通訳なんですけど、これでね、英語で Hello, nice to meet you. I'm まるちゃん。Hello, my name is まるた。まるちゃん日記、YouTube チャンネル。I have YouTube チャンネル。ガジェット。はい、ということでね、ちょっと英語はね、少しだけたどたどしいんですけど、こんな感じでね、通訳がね、できます。これちょっとね、カメラ越しなんで、距離が離れちゃってるんですけど、もっとね、近いところで話すと、すごい精度がね、良かったので、ほぼね、間違いなしというぐらい精度が良かったです。Hi, my name is まるちゃん。I'm today, recommend device is, Galaxy S。じゃあ日本語ならどうなのかということでね、試していきます。充電ね、切れちゃったりはします。こんまるまるちゃんなんだよ。こんまるまるちゃんなんだよ。今日は、Galaxy S24 を、紹介ね、していこうと思います、動画で。はい。そういう動画ですね。It's Kamara Marushan. Today, I'm going to introduce the Galaxy S24. ここら辺の機能は S24 ウルトラもね、試したんですけど、そっちの方がね、正直ちょっと早くていいかなっていった印象ですね。でね、とっても便利なのはやっぱ Windows にリンクですね。これがね、すごくて。携帯の通知とかね、電話とかを、パソコンでやったり、ワイヤレスでね、Galaxy の写真をコピーしたり保存したりすることができます。パソコンの方でね、このスマートフォン連携というね、アプリで、写真とかね、出てきて、これとかもね、これさっき Galaxy で撮った写真なんですけど、この名前を付けて保存したり、コピーしたりすることがね、もちろんできますね。で、これ削除したら、携帯からも消えるみたいな。写真しかできないんですけど、これ相当便利ですね。はい。僕の撮った自撮りとかもね、ありますね。はい。ということでね、これすごいんですけど、ちょっとね、いつからできてるのかわかんないんですけど、このなんか共有みたいなのね、をして、クイックシェア。これですね。これエアドロップみたいなもんなんですけど、これでね、こうやってね、画像をね、こんな感じで、まず、自分のっていうか、Android 同士だったら、こういう感じでね、送ることができて、で、それは iPhone の AirDrop の劣化やんみたいな思うかもしれないですけど、こっからね、すごいんですよ。ここで、この近くのデバイスと共有っていうので、この QR ボタンあるじゃないですか。これを押すと、この QR コードがね、出てきまして、これでね、iPhone とかでね、例えば、こんな感じで、これね、iPhone12 mini なんですけど、QR コードを読み取ります。こんな感じで、この写真が出てきて、ダウンロードすることがね、できるんですよね。ダウンロードリンクを、
作ってくれて、2日間ぐらいでね、有効期限が切れるといった感じですね。ダウンロードできまして、すごいのが、これで写真に保存することができるといった感じですね。そうすると、この携帯の iPhone ね、これで保存できるんですよね。はい、あとね、これ動画はできるのか。これがね、一応ね、動画もね、QR コードでね、共有がね、できるんですね。ただね、速度はあんまりね、期待しない方がいいかなといった印象ですね。動画をね、Galaxy からサーバーにアップロードするのに、少しね、時間がかかるといった感じですね。長い動画とかだと、本当に1時間とかね、アップロードにかかるかもしれません。1時間、2時間とか。あくまでね、無劣化で、共有できるといったね、ぐらいに考えておいた方がいいです。時間はかかります。iPhone とね、共有できるっていう意味ではいいですね。ちなみに 4K60p の、20秒の動画でもね、時間がかかりました。2、3分ぐらいだったかな。これがね、音声入力なんですけど、音声のね、入力精度がね、めちゃくちゃいいんですよね。これやっぱね、S24 の、に搭載してる CPU のね、優秀さも関係していまして、この精度はね、本当に素晴らしい。これ Android のね、OS 面も、かなりプラスの要素でして、iOS より、この音声入力のね、精度はマジで優れていますね。自分でね、iPhone も使ってたんでわかるんですけど、これマジでね、これ僕的にはね、すごい重宝するんですよ。これでね、スマホに打った文字をコピーしたらね、パソコンでペーストすることとかね、できたりするので、Galaxy とね、Windows リンクで、これをね、ちょっと使っちゃうとね、僕の使用用途的にはもう Galaxy からね、多分変えることはね、ないかなという印象ですね。はい。iPhone にはね。動画が回んなくて、もしかしたら変える可能性はありますね。はい。ちょっとね、今ね、マイクから離れてるんで、今録音してるのがね。だから、カメラ越しだから、この精度だけど、本当にね、このゼロ距離とかでやれば、本当もっと精度いいんで、これすごいですね。はっきり言って。はい。それとね、Galaxy のドコモ版のね、フォントがGalaxy ストアアプリで、こんな感じでね、岩田裕二ゴシックっていう風に、調べるとあるんですけど、これ300円するんですよね。このフォントの方が、いいなっていう人はね、結構多いと思うんですよね。こういう感じでね、見やすさとかにね、これね、優れたフォントだなと思います。ただ、この、サムスンの純正アプリだと使えるんですけど、Google Chrome とかね、そういったアプリだとこれが使えないようですね。なので、フォントとか気にする人は結構ね、キャリア版を、ちょっと割高だけど買うのもありなのかなといった印象ですね。はい、左がね S24 で、右が S22 でね、アンツツベンチマークを回していきました。読み込みとかもね S24 の方がね、早いなといった印象でしたね。これ読み込み速度もね、変わるんだなっていうのも、意外でしたね。内部のね、ストレージの性能がね、いいのか、メモリとか CPU の影響なのかはちょっとわかりませんね。S22 もね、言っても2年ぐらい前のハイエンド端末なんで、あんまりね、すげえ左の方がヌルヌルだっていうことはね、あんまりないかなといった印象ではありますね。別に右側もね、そんなカクカクしてるわけではないので。ただね、ベンチマークの進みがね、同じタイミングだったんですけど、S24 の方がね、早いですね。S22 はね、めちゃくちゃ熱くなっちゃって、ちょっとゲームとかね、今にはちょっと 3D ゲームとかでね、正直向かない端末といってもね、過言ではないですね。24もちょっと怪しいけどね、発熱やばいから。はい、ということでね、ほぼほぼ、終盤に入ってきました。右側のね、S22 が 94% ぐらいの時に、S24 は終わっていました。あんまり変わんないっちゃ変わんないか。はい、結果はね、S24 が167万4021というね、結果でした。iPhone 15 Pro Max が150万ぐらいなんで、この数値はね、かなりいい方です。S24 Ultra に対して、85% ぐらい、0.85 倍ぐらいの性能らしいですね。これは、サイズのね、端末のサイズとかで、ハイネスとかの関係でね、しょうがないらしいです。そしてね、S22 は、86万7206ということでね、ほぼほぼ倍違うといった感じですね。バッテリー持ちはね、S24 はね、充電がね、アンツツを回して 7% 減った程度だったんで、か
かなりね、いいなといった感じですね。ただ温度がね、ちょっと高めになるかなといった印象ですね。44.7 度はまあまあ高いのかなといった印象です。はい、あとね、AI 筒っていうね、アンツツから出てる AI のね、処理性能を測ったね、ベンチマークを試してみました。はい、結果としてはね、こんな感じで、この間ね、右側のが S24 ウルトラをね、借りた時に測った時の数値なんですけど、若干ね、やっぱり S24 のがね、低いかなといった印象ですね。でこれね、でもね、この S22 からいくとやっぱね、この指紋認証の精度、正直これ感動しますよ。しかもこの速さ。これがね、パチ Gen3 のね、性能ですよ。スナップドラゴンパチ Gen3 っていう。すごい CPU の、ね、性能ですよ。もうこの速さはね、もう知らなければそうなんだけど済むけど、これね、体感したらマジやめられなくなりますわ。そのくらいいいです。このオープンネックっていうね、サイトでなんか配信とかするんですけど、こっちはね、発熱で落ちたりするんですけども、こっちね、この間試したけど、落ちなかったんで、やっぱ倍性能が違えば、できることも全然変わってくるよ。これ配信とかね、重いものになってくると。はい、それでね、今ね、これね、撮影の照明がないとこで、撮ってるんですけど、それでね、S22 を映すとね、こんな感じで、すごく暗いじゃないですか。で、ライトがね、この携帯にライトがすごく明るくて、このライトをつけて、普通の感じだとこのくらいで、これをね、マックスにするとね、結構明るい照明にね、なるんですよね。これね、iPhone のライトより結構かなり明るいんですね。ちょっとね、明るさが分かりにくいかもしれないんですけど、これ明るさ最大の話なんですけど、S22 のライトはこれで、S24 がこれです。S22、S24。こっちの方がマジで明るいですね。S24 のライトがこれで、S22 のライトがこれ。はい。でこれがね、S22 のライトです。で、これが S24 のライトですね。あとね、編集してて気づいたんだけど、暗いとこでもね、見やすいね、画面が。S24 右側ね。あとね、細かい要素といえば細かい要素なんですけど、音量をね、通知音とか、いろんなね、音量をね、個別に設定ができるっていうね、Android は。通話しながら、動画をね、見たいときなんかも、動画とね、通話の音量をね、それぞれ設定できたりして、こういうね、細かいとこがね、やっぱ iPhone よりね、僕個人的にはやっぱこっちの方がね、すげえいいなって、この端末にはマジで本当に大満足してます。Android 全部がね、iPhone よりいいってわけじゃないけどね、もちろん。Galaxy のね、このサクサク感とかマジで最高です。はい、ということでね、これが iPhone12 mini で、これが Galaxy S22 で、これが Galaxy S24 ですね。で、動作のね、快適度合いというか、このぬるぬる動く感じ。これ、やっぱ全然違いますよね。この2つは 120Hz で、これはね 60Hz なんだけど、これはね基本なんか1秒間にね、120Hz っていうのは120回ね1秒間に映像が切り替わるということで、 iPhone はねプロ以外はね60Hz なんですよね。人間の目はね一般的に 240Hz までね、対応してるということなので、 120Hz の滑らかさはね、割とみんな体感できて、気に入るんじゃないかなといった印象ですね。個人的にもねこれ結構ねこの動き好きですね。はい、これね S24 の音声からどうぞ。こんまるちゃんなんだよ。最近ありがたいことに自作 PC の動画にねコメントを何個かいただいたので、今日はね予算用途別のおすすめグラブをね紹介していくんだよ。はい、そしてね次が iPhone12 mini です。それではどうぞ。まるちゃんなんだよ。最近ありがたいことに自作 PC の動画にねコメントを何個かいただいたので、今日はね予算用途別のおすすめグラブをね紹介していくんだよ。はい、そしてね S22 の音声いってらっしゃい。はい、これねホリエモンの真似なんですけど、誰も突っ込んでくれません。こんまるちゃんなんだよ。最近ありがたいことに自作 PC の動画にねコメントを何個かいただいたので、今日はね予算用途別のおすすめグラブをね紹介していくんだよ。S24 の次に S22、12 mini という順でねいいかなといった印象ですね。音はね iPhone もやっぱすごいですね。はい、あとねこれがね、実はすごい個人的すごいね違いなんですけど、この僕のね、YouTube チャンネルってひらがなでね、まるちゃん日記って検索しても、出ないんですよね。出なくて、間違えてひらがなで打っちゃったみたいな。
そういう時にこう iPhone はねこうやって正確な場所をねタッチしてキーボードでねやる必要があるんですけど、これがですね Android だとこれだけでね、カーソルの位置を移動できて、でこれねマルちゃん日記と、調べられるわけですね。これはねもう大きく違う。これねみんないやそんないちいちやればいいじゃんって思うじゃん。めっちゃ使う人は、僕めっちゃ使う人なんだけど、なんかね人とそのメッセージを結構ね3人以上とメッセージする人はもう間違いなくねこっちの方がね効率がいいよ絶対。ほんとそう思う。はい、カメラのね、写真比較ですね。右が iPhone12 mini で、左が S24 ですね。これね、驚いたんだけど、iPhone ってやっぱね、カメラすげえわ。あんまりね、大差はないと思いますね。細かくズームすると、S24 のがね、よく見えるんですけど、S24 がね、5000万画素の、iPhone12 mini が2000万画素ぐらいだったんだけど、ここからね、大きく違うのはやっぱり2億画素のね、S24 ウルトラは明らかにね、違うと思いますけど、こんぐらいだとね、どれもあんま変わんないかなといった印象ですね。はい、そしてね、こちらが、右がね、S22 で、左が S24 ですね。色味がね、ギャラクシーはね、かなり鮮やかな色合いをね、今までつけていたんですけど、多分ソフトウェアのね、処理で、こういう感じになっていたんですけど、今回はね、からより自然なね、色合いにしますっていうことで、個人的にはね、このやりすぎとかっていう意見もあったけど、この右側のね、S22 の加工が好きだったので、ちょっとね、そっちにしてほしいかなといった印象はありますね。ここもね、S24 ウルトラじゃないと、大差はね、ないかなといった印象ですね。ただね、動画はね、撮ってみたんですけど、S24 で、めちゃくちゃ性能いいですね。正直ね、これだけで、YouTube ね、できるかなってレベルでね、いいですね。これは正直、びっくりしました。ここまでいいんだっていうことでね、ショート動画とかね、撮るときに、この iPhone をね、主に使っていこうかなと思います。これだけね、撮れればね、普通にカメラとしてね、十分だなと思いました。そしてね、結構ね、手ブレもしてると思うんですけど、手ブレ補正もね、結構効いてるのか、いい感じだなといった印象ですね。iPhone よりね、いいなと思います。ちょっとね、色味のあたりをね、結構、個人的な好みにもなるんですけど、今回の方はね、昔のと違って結構ね、調整しなきゃいけないかなっていうのがね、ちょっと、個人的にはマイナスな要素ですね。はい。ただね、全体的には本当に最高なね、端末だったので、皆さんにもね、本当におすすめです。ちょっと値段は高いんですけど、もしかしたらね、S23 が安かったりしたら、S23 でも、ね、全然いいと思います。あとね、5月1日、毎月ね、1日はね、丸亀製麺で、釜揚げうどんがね、半額になるんですけど、このね、うどん代、釜揚げうどん代が、500円のところは250円ということでね、食べてきたんですけど、たまたまね、本当に、やっぱいいなと思いました。めっちゃ美味しかったです。それではね、長くなったんですけど、よかったらね、チャンネル登録、いいね、コメントをね、ぜひぜひよろしくお願いします。またね、次の動画でお会いしましょう。ちょっとね、今回コスト、時間かけすぎたから、もうちょっとね、簡単な動画を増やすかもしれません。あと、これからはね、また中華の闇系のやつをね、ちょっと上げるかもしれません。それではね、マジでありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントよろしく。Thank you! おつまる。そういえば朝マックって美味しいよね。